はようございます。6時半になりましたので始めようと思います。6時半から7時でライブ配信をします。よいしょ。ちょっとよいしょ。はい、おはようございます。今日もよろしくお願いします。ではまずはどこまで進んだのかというのをちょっと見ていただきます。こちらがライブ配信の時に差し込していた付近になります。前回ライブ配信した後、その後はもう何も進んでおらず、開いてもなかったです。はい、今このような感じで、そして、朝早くからもうすでに来ていただいている皆様ありがとうございます。このライブ配信は、平日不定期朝6時半から7時で、私が、その時に今はこちらの変わり米出しなんですけれども、その時に、決めた付近をただただ差し越していく配信になります。では今糸がこうつながっておりまして、ここですね、ここにつながっているんですけれども、もう縦と横はもう終わっていて、斜めのラインに入っているところです。で今ちょっとここの一番下の外枠からこの向きで進んでいますので、まずはねこの向きに差し子していこうかなと思います。はい。で今日も私は相変わらず白湯を飲んでいますので、皆様も何か飲みながら、そして差し子をしながら、そしてそうですね、何かの準備をしながらなど、ながらみなどにご活用いただければと思います。あとアーカイブも残す予定ですので、アーカイブでも見てくださる方いつもありがとうございます。よろしくお願いいたします。ではまずこの向きで、差し子を進めていこうと思います。おはようございます。おはようございます。朝早くから見てくださいましてありがとうございます。ちなみに今いつも私は手元撮影で、しかもこう見える範囲ですね、ここの付近が映る範囲で、ライブ配信をしてるんですけれども、全く何もそれ以外は見えないので、ちょっと説明させていただきますと、今私の膝の上に猫様が乗ってくださいましてですね、ちょっとね、太ももあたりに猫様の温かみと猫様分の重さを感じながら
刺し子をしています。私の太もものところになんかこういう感じで、そうですね、手を置いてちょっと顔をそのままこの上に乗せてる感じで今いてくださっております。まあ、静かに穏やかな感じでいるので、特に何もにゃーも泣かないと思うので、あのただ途中で移動したりとかね、足元に移動したりとかはするかもしれません。その時に何か動くような音があったら、あ、猫様が動いてるんだなと思っていただければと思います。はい、猫様、はい、なんやかんやでですね、いてくださるんですよ。あの泣いたりとかするのは、なんかご飯食べたいよとか構ってよの時なので、今はお腹は満たされて、あとはただ寝るモードに入っているだけなので、特に泣きはしないかなとは思います。刺し子の方はこのままあでこまで行ったら、ここまで行ったら、次は直角に方向を変えて2列また刺し子をしていく予定です。あとライブ配信に関してなのですが、そうですね、まだまだなんか急にやり始めたばっかりっていう感じもあるので、1週間と何日か経ちましたので、その辺もお話しさせていただくと、3月30から急に始めました。で、今は、私の中では勝手に、3月30、3月31は、特に YouTube の方でスケジュール設定とかはせずに、そのまま時間はずっとこの時間でやってるんですけど、急にやり始めて、その時は勝手にですけど自分の中ではもう練習みたいな感じですね。で、4月1日からは、スケジュール設定をしてこの時間にやっています。で、やる中においてだんだんこういう風にやっていこうみたいな、今まだ定まってない試行錯誤期ではあるので、いろいろちょっと変わって申し訳ないので、その都度説明をして、そして新たな情報は最新の見ていただいているライブ配信のページの概要欄にちょっとずつこう変わったことを書いていこうかなというふうに思っているので、なんとなくその概要欄を見ていただければざっくりとしたことがわかるかなとは思います。ちょっと一回飲みます。おはようございます。よろしくお願いします。で、今日変わってはないんですけど、こうしようかなと思って決めたことは、ライブ配信をしました。そして基本何もなければアーカイブを残す予定になっていて、で毎回残してるんですよ。今までのも全部残ってるので。で、時には何か編集なりかけたりするかもしれないですけれども、アーカイブのものは残っていて、でそのアーカイブを公開する時間ですね。先週まではその日の当日の夜か、もしくはその次の日という感じでお話しさせていただいてたんですけど、それを今度からは、例えば今日4月8日アーカイブ、今ライブ配信してます。でこれを
アーカイブを公開するのは次の日の7時からにしようかなと思ってます。それもあとまた確認しますけど、概要欄に書いてるかなとは思います。なぜかというと、先週まではね、その日の夜か次の日なんて言ってたのを、なぜ次の日に決めるかっていうのは、これ収録配信が時折入ってきて、週に1回かもしくは週に2回か入ってきて、それが夜の7時、19時に設定してるんですよ。なので、収録配信をするときに、収録配信がその時間にされて、で、アーカイブの公開する時間と近くなっちゃったり、かぶっちゃったり、何時にしようってちょっと迷ったんですよね。それが先週あって1回収録配信したので、それはいつも19時に収録配信はしてるので、それはそれでいいんですけど、だからその時は収録のものを配信した時は、その日のアーカイブは次の日にしますって言って次の日にしたんですよね。で、ある日はその日の夜に公開され、ある日は次の日ってなるなって思ったので、もうそれだったらその日のライブ配信はもう次の日の朝7時に公開っていうことにしちゃおうと思いました。そういう理由で、なので今日の4月8日のライブ配信のアーカイブ公開は4月9日の朝の7時だから、私の YouTube の動画が何か公開されるのは7時、あの、収録配信は夜の19時、そしてライブ配信がアーカイブが公開されるのは朝の7時みたいなね感じで、そういう感じにしようかなと。これも今のところなんですけれどもね、やっていって、こういう感じになるのかって思ったら、また変えて、で、そのことは都度このような感じで説明させていただこうかなと思います。はい。ちょっと今説明したかったので手元が止まってしまったので、なぜかというと、ここ曲がろうとして、曲がるときって話しながらやると間違うなって思いましたので、今ちょっと手が止まっていました。では一旦ちょっと角を曲がりますので、手元に集中いたします。はい、方向が今、この向きで差し越していたんですけれども、方向を変えてこの線に対して直角に今度行こうと思います。で、ちなみになんで私この流れでやって直角に行くかっていうやり方をするかというと、分かりやすいのは多分このまま一列飛ばして順々にやるのが分かりやすいです。方向をこう変えないので。なのでそれも選択肢としてもちろんあると思います。で、私が好きなのは、好きというか順番を考えるときにやる傾向は、
さらしとさらしの間をどっちにしろここまで来た時に通すので、糸が間を通っていくのって、その時にできるだけ短い方を選択したいという気持ちの方が、優先順位高いんですよね、刺し子をする時の傾向として。でそうなると、ここまで来て端っこまで来て、あとほんとここのほんの1センチくらいですねだけ移動して、こっちの向きに行けばここの距離が短く済むので、そういう理由で私はこっち側に行きます。ただそうするとちょっとこう考えなきゃいけないっていうのがあるので、その辺をどっちを取るかっていうところだと思います。で、私は短い方を取ったっていうことです。では向きがね定まりましたので、このまままっすぐに外枠のに突き当たるところまで進みます。はい、ちょっと方向転換をして一息ついて今白湯を飲みました。はい、今ここまで来ましたので、このまままっすぐに進めていこうと思います。ちなみに今うちの猫様が膝から降りて、ちょっと足元に移動しそうなので、はい、私の足元の方に、膝の上から足元の方に移動されていきましたので、私はちょっと体勢を変えられます。はい、では続きをやっていこうかなと思います。
あとは、ちなみに収録配信の方の話を言うと、十字花出しの途中まで今完成に向けてっていうところで配信を、してるんですけれども、もう次のは撮り終わってるんですよ。でそれが今じゃあそれの何残ってるのかっていうと、動画の編集は終わっていて、そうですね、字幕の修正もやって、非公開状態で今アップロードされている状態で、私がそこを公開っていう風に変更すればもう配信されるんですけど、概要欄とサムネイル、あと話した内容をまとめたハテナブログ、これがまだちょっとかけていないので、今日できたらいいなっていうふうには思ってます。なのでそれができたら配信になるんじゃないかなと思います。でちょっとちらっとだけそれで差し子はしてるんですけど、それで何を話してるのかっていうのはライブ配信を始めましたみたいな話をしてます。その収録を撮った段階で、5回ですね、5回収録、5回ライブ配信をして、それが終わった日の日中に収録したので、5回ライブ配信をやった上での感想みたいなことを話してるので、はい、収録の方でも初めて話す感じになります。多分今のところの予定ではその動画が、私が概要欄とかを書き終わったら配信されるのではないかなと思っています。あとライブ配信で関して今のところの話で言うと、こんな感じで続けたいなっていうのはそれはそれで変わらないんですけど、今は、これはちょっと試しなのでこうそうするか分かんないんですけど、もうちょっと画面が、自分なりに明るくなったらいいなって思っているので、明るくするようなライトですね、それはこの中には映んないですけれどもをちょっと今注文をしたので、それが届いて使ってみたらどうかな、変わるかなみたいな感じですね。収録の方だと後からそうやってというか明るさを変えたりとかできるんですけど、ライブ配信だと映ったものがそのまま乗る感じになるので、それだったらもう元々のここが明るくないとなかなかそれ以上明るくならないので、ちょっとそのあたりが見やすくなるといいなと思って、今準備しているので、そのうち登場するのではないかなと思います。はい、今端っこまで来ましたので、またここまで来たら直角にこのまま、今、ここが斜めのラインが1列空いて、この糸を置いたラインに沿ってこの向きでやっていこうと思います。だんだんこっち側は、糸まだね残ってますので、このままこれがねなくなるまでやるんですけど、こっちゾーンはだんだん短くなっていって、こっちゾーンはずんずんこっちに来ますので、そうするとだんだん距離がこっちは長くなっていくっていう感じになります。これをひたすらやっていくとですね、いい感じにこっちゾーンが埋まっていくっていう、その変化が、特にこの辺りなんか今ちょっとできてきてるんですけど、これがずんずん進めば進むほどね、だんだんここに道ができてくるので、そういうのが面白いなと思いながらこの模様を私はやっています。では、はい、この向きですね。ここをちょっとね油断しないように
最初の向きがね肝心ですのでね。ああ、そうそう。あと、まあどうしても画面が、そうだ、私もうちょっとこっちに行けばいいのか。こっち側でこうすればいいのか。まあ今何を言いたかったかというとですね、こう差し越してる時のこの手元の角度ですよね。この辺りが私まだ全部は今できてないんですけど、ライブ配信あのこれの1個前と2個前にはやったんですけど、字幕を修正して字幕がこう今喋ってることとかが選択していただいた方がスマホだったらCC ボタンをポチって押すと、で日本語を設定してるとここにね、ここってどこって感じなんですけど画面上合ってるか分かんないんですけど、とにかく見ていただいてる画面の下の方に字幕が出るように、ね、なるんですよね。でそれはつけるつけないは見てくださってる方が選ぶことなので、お好みでって私は思ってるんですけど、で何が言いたかったかというと、この辺でね、まあ、この辺がどの辺に映ってるかはちょっとリアルタイムで分かんないんですけどやってしまうとあのかぶるなっていうのを今ちょっと思ったんで、こっちに来ようって思ったのです。その辺が夢中になってるとちょっとね忘れがちで、あんまりこっち行き過ぎて私が前かがみになると頭が打つっていうことも考えないといけないので、この辺りがねまだまだちょっとやり始めたばっかりなので、そうだそうだって思いながら今ふと思ったので、ちょっと位置をね変えてみました。はい、端っこまで来ましたので、今1列やったので、もう1列ですね、続けて同じ向きで差し子していきます。時々ね裏を見てあげたりして、あとこう合ってるかなと、出る場所が、そのあたりもちょっとね確認しながらやっていきます。ではそうですね、次ここの列を端っこまで行ったところでまでにしようかなと思いますので、このまま立ったと
進んでいこうと思います。端っこまで来たんですけれども、次直角に向き変わっていきますので、その直角に向き変わったところまで進めてしまいますね。なのでちょっと手元に集中いたします。はい。じゃあ一旦ちょっと開いて今日差し越したところを見ていただこうかなと思います。今ちょっと方向転換をして、3名ぐらい進めたんですけれども、これが次のまたライブ配信の続きをやっていきますので、次のね方向が分かってないとやり始める時にちょっと戸惑うなと思いましたので、この辺りまでね今差し越しましたので、そうするとここのラインだなっていうのが分かるんですよね。このラインでぐーっといくっていうのが分かるので、そうすると次スタートする時にあんまりあれどうだったっけみたいなことね思わなくて済みますので、このようにしてみました。はい。では今日のライブ配信はこれくらいに。そうですね、7時もねちょっと過ぎましたのでね、霧のいいところまでで、次のライブ配信はそのねやろうとやるぞってなった前日の夜くらいに、今日やったようにスケジュール設定がねされますので、それが上がってたら明日もあるんだなっていうふうに判断していただければと思います。はい、朝からですね、なんか常に10人以上は見てくださっている方がねいらっしゃって嬉しかったです。ありがとうございます。そしてアーカイブも残しているので、そちらの方で見ていただいている方もねいらっしゃいますので、ありがとうございます。はい。では今日はこの辺にしようかなと思います。朝早くからありがとうございました。はい。では失礼いたします。